江ノ島富士見荘奇譚第9話。島の向こうの異国。梅雨明けなのか、まだなのか。天気予報の言葉だけでは、どちらとも決めかねる時期だった。朝には雨の匂いが残っている。けれど昼になると、雲の切れ目から差し込む光はもう夏のもので、弁天橋の白い欄干をじりじりと焼いた。江ノ島へ渡る人々の服装も、長袖と半袖、日傘と折りたたみ傘が入り混じっている。どちらの季節に属しているのか、島も人も、まだ決めかねているようだった。橋の向こう、片瀬の方から潮風が吹いてくる。その風の中に、大きな白い帽子が一つ見えた。鮮やかな青いサマードレス。つばの広い帽子の後ろで結ばれたリボンが、潮風にふわりと流れている。帽子を片手で押さえながら橋を渡ってくる少女の髪は、日に透けると蜂蜜のような色をしていた。江ノ島の観光客の中で、彼女は少し浮いていた。けれど、その浮き方は不自然ではなかった。むしろ、島の風景に遠い国の色が一滴だけ落ちたような、華やかな違和感だった。少女は弁天橋を渡りきると、聖堂の鳥居の下をくぐり、弁財天仲見世通りへ入っていった。雨上がりの石畳には、まだところどころ黒い湿り気が残っている。けれど店先の上りはもう夏の風に煽られ、焼きせんべいの香ばしい匂い、しらす丼の看板、貝細工の土産物、ソフトクリームを手にした観光客たちが、梅雨の終わりかけた島をいつもの賑わいへ戻していた。その中で、白い帽子と青いサマードレスだけが、別の季節から紛れ込んだ光のように見えた。少女は参道の坂を一度見上げ、ためらうように足を止めてから、スマホの地図を確かめた。それから、江ノ島エスカーの乗り口へ向かう。エスカーという名前を画面の中に見つけ、少女は首をかしげた。エスカー。小さく口の中で発音を転がしてみる。フランス語にも英語にもなりきらないその響きが、おかしかったのかもしれない。やがて彼女は、帽子を片手で押さえたまま、エスカーに乗った。足元の階段が、体をゆっくりと運び始める。自分では登っていないのに、体だけが少しずつ島の上へ運ばれていく。下の方では、店の呼び込み、観光客の笑い声、醤油の焦げる甘い匂いが遠ざかり、代わりに木々の湿った匂いと、上から吹き下ろしてくる風が近くなった。白い帽子のリボンが、上へ運ばれる動きの中で、静かに揺れる。少女は上へ運ばれていく。江ノ島の表の賑わいから、少しずつ、島の奥へ。やがてルイーズの姿が、富士見荘へ続く道の入り口に現れた。富士見荘の玄関先では、金佐明が長椅子に腰掛け、冷たい麦茶のグラスを両手で包んでいた。その隣には、三畑光が寒月旅館の名前入りの小さな紙袋を膝に置いて座っている。土曜日だった。島内にある江ノ島高校で、陸上部の午前練習を終えた明は、島外から通いながらも、休日でも練習や散歩を口実にここへ来る。短い髪は汗で湿り、学校指定のジャージの袖を肘までまくっていた。光の方は、実家の旅館、寒月の手伝いを終えた帰り道で、富士見荘への届け物を頼まれてきたところを明に捕まり、そのまま居座っている。山吹色の顧問に白い前掛け。その上から薄いカーディガンを羽織っていた。参道の方から近づいてくる白い帽子を見つけ、明がパッと顔を上げた。ねえ、さっちゃん。あの子、映画の中から来たみたいじゃない？明は、白い帽子の少女が、富士見荘の宿泊客だとまでは気づかず、思わず口にしたのだが、こちらへ向かってくるのを見て、あ、お客さんかも。と付け加えた。帳場の奥で宿帳を確認していたさつきは、声に顔を上げ、明の目線の先を少しだけ目を細めてみた。今日から3泊の、ルイーズ・サンルーさんかもしれない。名前まで映画みたい。フランスからのお客さん、モン・サン・ミシェルの近くから来るって、予約の尾行に書いてあった。宿帳の紙面にもう一度目を落とす。帳場の文字で見る名前と、白い帽子を押さえながら歩いてくる少女と同一人物だとは、まだ実感がなかった。ルイーズは、富士見荘へ続く道の入り口で一度立ち止まった。スマホの地図を確認し、玄関ののれんと、古びた木の看板と、帳場の奥にいるさつきの姿を順に見比べる。帽子の下からこぼれる明るい髪は、色こそ違うが、肩から胸へ落ちる長さや、顔の横にかかる細い束の感じが、どこかさつきに似ていた。背丈も、
ほとんど変わらない。ただ、光の目はそこで止まらなかった。ルイーズは玄関の真ん中へ、まっすぐ入ってこなかった。入り口の一歩手前で帽子を外し、小さなカバンを体の横へ寄せ、後から来る客の通り道を塞がない場所に立った。それから、帳場のさつきの前を行き交う従業員や客の流れが途切れるのを待つように、ほんの少しだけ間を置いた。初めて来た宿なのに、迎えられる客である前に、その場の流れを乱さない配慮がある。旅館で育った光には、見覚えのある所作だった。思わず麦茶のグラスを持ったまま身を乗り出す。いや、ちょっと待って。どういうこと？あの子、フランスのさっちゃん？どういう意味？さつきは、唐突な光の感想に、きょとんとした顔をした。だって、背格好もそっくりだし、髪の長さもなんか似てるし、それに今の見た。玄関の真ん中に立たないで、荷物も横に寄せてた。そうだった。アキラが、光の指摘を不思議そうに聞き返した。普通のお客さんって、初めての宿だと、まず自分がどこへ行けばいいかで頭がいっぱいになるんだよ。でもあの子、先にここでの人の動線を見てた。宿の人とお客さんが動きやすい位置を自然に探してた。アキラが感心したように言う。光、よくそんなこと一瞬で観察するね。旅館の娘だからね。玄関先で人の立ち方を見るのは、うちも仕事のうちなの。光はそう言ってから、もう一度ルイーズを見た。あの子、さっちゃんに似てるだけじゃなくって、江ノ島に来たっていうより、どこか別の島からそのまま歩いてきたみたい。なんでそう思うのかな。光の直感は、かなり当たっていた。ルイーズは玄関に立つと、少し緊張したように、脱いだ帽子を小脇に抱え、スマホを胸の前に構えた。新しい客が到着した気配に、帳場の奥から月妻晩作も顔を出した。富士見荘で働く青年で、声が大きく、気が利いて、人情にも熱い。さつきが密かに頼りにしている従業員だが、たまに気の利かせ方を間違える男でもある。彼女がフランス語で何かを話す。ほとんど間を置かず、スマホから自然な日本語が流れた。予約している、ルイーズ・サン・ルーです。今日から3泊。お世話になります。晩作は、彼女本人ではなくスマホに向かって深々と頭を下げた。これは、スマホさんも日本語がお上手で。晩作さん、スマホさんじゃなくてルイーズさんに言って。さつきが慌てて晩作の視線をルイーズ本人の方へ戻そうとする。光が笑い、アキラも吹き出した。ルイーズは一拍遅れて翻訳を聞き、意味を理解してから、帽子を小脇に抱えたまま、控えめに笑った。さつきは、その笑い方を見ていた。第2章、宿帳の中の江ノ島。ルイーズのために用意していた部屋は、2階の海側にある小さな和室だった。さつきは鍵を手に、ルイーズを部屋まで案内した。畳、障子、古い柱。窓の向こうには、梅雨明け前の青すぎる海が見える。富士見荘の建物には、海風と時間が染み込んでいた。柱の艶も、廊下のきしみも、積まれた年月そのものだった。古いものだけが持つ、静かな落ち着きがあった。ルイーズは部屋へ通されると、帽子を床の真横の棚の上にそっと置いた。さつきが部屋の説明を終え、廊下へ下がる。室内にはルイーズ一人が残された。潮の音がする。窓の外には、江ノ島の海があった。モン・サン・ミシェルの海とは違う。色も、匂いも、光り方も違う。けれど、潮が島を囲み、島へ人を運び、また遠ざけるということだけは、どこか似ていた。しばらく経ったまま、その海を見ていた。それから、旅行カバンを開けた。着替えの奥に、薄い革張りのファイルが入っている。古い本の表紙のような、濃い茶色のファイルだった。両手で取り出す。旅の書類を扱う手つきではなかった。ファイルの中には、透明な保護紙に挟まれた古い写真と、傷めずに持ち歩くための複製プリントが数枚入っていた。それから彼女は、窓をほんの少し開けた。潮風が部屋へ入ってくる。畳の匂いと、古い柱の匂いと、海の匂いが、静かに混ざった。古い写真である。その印画紙を潮風にさらすのは、良くないのかもしれないと少し思った。それでも彼女は祖母から受け継いだものに、この島の空気を吸わせてみたかった。江ノ島の風を、ほんの数分だが室内に招き入れ、
彼女はその写真と深呼吸をした。すぐに窓を閉める。ファイルを胸に抱え、部屋の隅にある小さな金庫を見た。暗証番号を設定し、古い写真の入ったファイルを慎重にしまう。その後、複製プリントを1枚だけ取り出した。それは原本ではない。けれど、祖母が何度も見た写真と同じ江ノ島が写っている。ルイーズにとっては、それもまた大事なものだった。持って出ようか、少し迷った。それから、やめた。代わりにスマホを取り出す。座卓の上に複製プリントを置き、光が反射しない角度を探して、写真を撮った。スマホの画面に、古い江ノ島の写真の複製が収まる。この時のルイーズには、まだわからなかった。その画像を、翌日の夕方、濡れた砂の上で、サツキたちに見せることになるとは。撮影を終えると、複製プリントも金庫に入れた。金庫の扉が閉まる小さな音が、部屋に響く。しばらく金庫の前に膝をついていたが、やがて立ち上がった。フランスからの長い移動の後だった。少し横になってもよかったのかもしれない。けれど、まだここに馴染めていない気がした。窓の外の海も、畳の匂いも、廊下のきしみも、まだよそよそしかった。年季の入った宿の中を歩いて、細部の作りを見るのもきっと楽しいだろう。少しして、ルイーズは再び1階へ降りてきた。玄関先では、アキラとヒカルがまだ話し込んでいた。目が合うと、アキラが気軽に手を振る。それだけで、ルイーズも小さく会釈した。部屋、どうでした？ヒカルが人差し指を天井へ向け、ちょいちょいと動かしながら尋ねる。ルイーズはスマホを取り出し、短くフランス語を話した。海が近いです。スマホが日本語で答えた。あと、木の匂いがします。わかる？ヒカルがすぐにうなずく。古い旅館って木の匂いするよね。うちもそう。ルイーズはその言葉に少し反応した。スマホの画面を確かめてから、今度は自分の日本語で尋ねる。あなたの家もお客さんを泊める家ですか？うん。寒月旅館。ここほど古くないけど、うちも島の旅館。さっちゃんちが富士見荘。ヒカルんちが寒月。アキラが横から補足する。ルイーズは、サツキとヒカルを順に見て、少し嬉しそうに笑った。私の家も宿です。モン・サン・ミシェルの近くの古い宿です。その後で、少し照れたように付け加える。日本語、少しだけ勉強しました。子供の頃から。子供の頃から。アキラが聞き返す。祖母が江ノ島の話を何度もしました。だから、いつか日本へ行きたいと思いました。ルイーズはそう言ってから、少し考え、スマホにフランス語で話した。ほとんど間を置かず、スマホから日本語が流れる。祖母から、昔、私たちの宿に日本の方々が泊まった話を聞いていました。その方々は、フランス語でモン・サン・ミシェルへの敬意を書き残してくれたそうです。だから私も、江ノ島では、少しでも自分の日本語で話したいと思っていました。翻訳が終わると、ルイーズは小さく笑った。でも、難しいです。いや、十分すごいよ。アキラが素直に言った。それから、少し首をかしげる。モン・サン・ミシェルか。どういう場所だったかな。ヒカルも、なんか聞いたことある気がするという顔をしたが、自信はなさそうだった。ルイーズは二人の顔を見て、すぐに察した。スマホを操作して、画面を三人に向ける。そこには、写真が数枚並んでいた。海の上に浮かんだ島だった。岩山の上に、先頭を持つ中世の修道院がそびえている。潮が満ちた写真では、島の周りがすべて水に覆われ、まるで海上に忽然と現れた城のように見えた。けれど、潮が引いた写真では、島へ向かって砂と岩の道が現れ、巡礼者らしき人の列がその上を歩いていた。うわぁ。アキラが思わず声を上げた。この輪郭、江ノ島にそっくりじゃない？海からこんもり盛り上がってる感じ。フランスの海岸にある島だよ。世界遺産。ヒカルが思い出したように言った。名前までは知らなかったけど、この島、旅行の広告とかテレビで何度か見たことある。陸にも近いし、潮が引いているときは歩いて渡れるやつ。スマホを通じて、ルイーズが答えた。はい。潮が満ちると、海に囲まれます。
潮が引くと、道が出ます。昔は、潮の時間を知らないと、渡るのが危なかった場所です。江ノ島と一緒だ。さつきが静かに言った。橋が当たり前になる前の江ノ島も、潮の具合を読みながら渡る島だった。道が現れ、道が消える。同じように潮が道を開き、また閉じる島が、遠いフランスの海にも存在していた。ルイーズは、三人の顔を見て、少し嬉しそうに笑った。ヒカルもつられるように笑っていった。何これ、宿の娘が三人いるじゃん。しかもみんな、海に囲まれた島に縁がある宿の娘で。私は、何枠、なの。アキラが笑う。さっちゃんの友達枠。ヒカルがとっさに言う。雑だな。じゃあ、いい枠、考えといてあげるね。ヒカルはアキラにそう返してから、ルイーズに向き直った。ルイーズさんって、フランスから江ノ島まで来たんだよね。すごく遠いのに。私の宿にも、日本の人が来ました。スマホを使わず、日本語で言った。言葉は短く、少したどたどしかった。けれど、その分、彼女自身の声として届いた。もっと正確に伝えたいと思ったのか、胸の前にスマホを持ち直す。今度はフランス語で、少し長く話した。私の家族が経営する宿にも、昔、日本の方々が泊まりました。100年近く前、私の祖母がまだ若かった頃のことです。画面の日本語を確かめるように見てから、さらに続ける。その方々は、日本から来た宗教に関わる人たちだったそうです。仏教の僧侶だったのか、神道に関わる人だったのか、それとも霊場を学ぶ研究者のような人たちだったのか、宿の記録だけでははっきりしません。ただ祖母は、彼らを祈りの場所を学ぶ人たち、だと言っていました。さつきは、その言葉に耳を澄ませた。その人たちが、ルイーズさんの家の宿に泊まったんですか？はい。ルイーズはうなずいた。私の家の古い宿帳に名前があります。彼らはフランス語も知っていて、短い文章も残しました。そこで一度、ルイーズは言葉を探した。スマホを見ようとして、やめる。手の中でスマホを裏返し、画面を伏せる。少しの間、誰も何も言わなかった。外では観光客の笑い声がしていた。廊下の奥からは、従業員が食器を運ぶ小さな音が続いていた。藤見荘はいつもの土曜日の午後として動いている。ルイーズは、その音の中でゆっくり口を開いた。そこに、江ノ島、と書いてありました。江ノ島。アキラが聞き返す。はい。自分たちは遠い日本の江ノ島から来たのだと、フランス語で書いていきました。ルイーズの口から出た、江ノ島、という発音は、どこか遠い土地の空気を連れてきたように響いた。100年ほど前に海を越えた宿帳の紙に染み込み、やがてルイーズの祖母の声になり、ルイーズ自身の声になって、今、この玄関先に戻ってきたような。モン・サン・ミシェルの近くの宿帳に、江ノ島の名前が残っていたんだ。さつきが驚きの混じった声で言った。ルイーズは、その言葉がきちんと届いたことを確かめるように、小さくうなずいた。はい、祖母は、その話を大切にしていました。とても。だから、ルイーズさんは江ノ島へ。ヒカルが尋ねる。ルイーズはすぐには答えなかった。はい、多分。少しだけ笑った。まだ、うまく言えません。でも、祖母が見たかった場所を、私も見たいと思いました。その日本語は硬かった。けれど、その硬さの中に、彼女が自分で言葉を渡そうとしている気持ちがあった。玄関先には、藤見荘のいつもの音が続いていた。廊下の奥で食器の触れ合う音がし、外では観光客の笑い声が坂道を流れていく。その中で、ルイーズの言った江ノ島という響きだけが、少しだけ長く、さつきの耳に残っていた。ルイーズさん、明日、どこ行くか決めてます？ヒカルが尋ねた。まだ、決めていないです。じゃあ私たちと回りません？島のこと、一人より絶対楽しいから。さつきが何かを言おうとしてヒカルを見た。ヒカルはさつきも巻き込むつもりだったが、その場はさつきの反応に気づいていないふりをした。私も行く。と明るく言うアキラ。さっちゃんがフランスのさっちゃんと並んで歩くとこ見たいし。それが目的なの？
光が突っ込むように言う。もちろんルイーズさんの観光案内のためでもあるよ。アキラは取ってつけたのを隠せていない口調で、慌てて付け加えた。ルイーズは3人のやりとりを翻訳越しに聞いてから、少し考えるように間を置いた。それから、スマホを使わずに答えた。ありがとうございます。ぜひ。さつきは光を横目で見た。光は澄ました顔をしていた。第3章、翻訳機と自分の言葉。翌日曜日、午前中から、さつき、あきら、光は、ルイーズと島を歩いた。弁財天仲見世通りでは、焼けた醤油の匂いと日焼け止めの甘い匂いが混ざっていた。梅雨の名残で石段の脇には黒く濡れたところが残っているのに、店先の上りはもう夏の風に煽られている。ルイーズはスマホ翻訳を使って店の人と話した。これは何ですか？タコせんべいです。タコを潰しますか？翻訳を聞いて、アキラが笑った。そう言われると急に怖い食べ物みたいだね。光は、店先の鉄板をちらりと見る。でも、あながち間違ってないんだよね。ペタンってするから。光、説明が雑。だって見たままじゃん。ルイーズは、翻訳された会話を少し遅れて聞いて笑った。でもこの翻訳機能、ほんとすごいね。光が実務的な目でスマホを覗き込む。うちの旅館にも導入したい。外国のお客さん来た時、うちの父、英語になると急に声が大きくなるだけだから、お父さんは俺は英語が、ちょっと、できるんだ、って自慢する時があるんだけど、声が大きくなった分、ジェスチャーも大きくなって、それで外人さんが察しているだけ、なんだと私は思ってるんだよね。それ、英語じゃなくて根性だよね。ルイーズは店の人に礼を言う時も、まずスマホに短く話しかけた。ほとんど間を置かず、丁寧な日本語へ変えてくれる。ありがとうございます。とても美味しそうです。画面から流れた日本語に、店の人が笑う。はい。ありがとね。江ノ島、楽しんでって。その言葉を聞いてから、ルイーズは今度はスマホを使わず、少しだけ頭を下げた。ありがとうございます。発音は硬かったが、その一言は、翻訳された日本語よりも親しく聞こえた。さつきは、それに気づいていた。何気ない会話ではスマホに頼る。複雑な説明や店の人とのやりとりは、翻訳機を使った方が早い。間違いも少ない。けれど、大事なことを言うときだけ、彼女はスマホを伏せる。江ノ島神社の境内で、ルイーズは足を止めた。随神門の色彩、鳥居、参拝客の列、観光地としての賑やかさのすぐ奥に、神域としての静けさがある。ルイーズはその両方を見ているようだった。しばらくして、彼女はスマホを胸の前で握ったまま、画面を伏せた。ここは、観光の場所。でも、祈る場でもあります。硬い日本語だった。けれど、スマホの滑らかな日本語より、ずっとルイーズの言葉に聞こえた。翻訳機は、橋に似ている。けれど彼女は時々、橋を使わず、自分の足で水の中へ入っていく。第4章、江ノ島の中の異国。ルイーズが一番長く立ち止まったのは、弁財天でも、竜宮でもなかった。ランチの後に立ち寄った、サムエル・コッキング園の温室以降だった。ガラス床の下に、古いレンガの基礎が見える。サムエル・コッキングは、明治時代に江ノ島へやってきた貿易商だった。イギリス人貿易商と解説されることが多い彼は、正確にはアイルランド人である。彼は1880年、明治13年、島の高台にあたるこの土地を購入し、異国の植物を育てるための広大な温室を建てた。レンガと鉄骨とガラスで組まれた西洋式の温室は、当時の江ノ島では異彩を放つ建物だったはずだ。温室はやがて失われたが、レンガの基礎だけが今も地面の下に残っている。海に囲まれた霊場の上に、遠い国の植物と建築が持ち込まれた痕跡が、観光客の靴音の下で静かに眠っている。江ノ島の風は湿っていた。海から上がってくる湿気と、木々の葉からこぼれる匂いと、そして観光客たちの汗の匂いが、初夏の高台に薄く滞っているようであった。そんな中、ガラス床の下に残るレンガだけは、どこか乾いた外国の色をしていた。赤茶けた表面には、江ノ島の潮風に長くさらされていながら、まだ別の土地の太陽を覚えているような硬さがあった。ルイーズは、
ガラス床の上に立ったまま、しばらく下を見ていた。白い帽子の影がガラスに淡く映る。その下に古いレンガがある。現在の観光客の足元と明治の温室の基礎が透明な床一枚を隔てて重なっている。意外かも。発掘されたレンガ以降の歴史を感じる質感と対話するように立っていたルイーズが、足元から顔を上げると、光がそっと近づいていった。ルイーズさん、法安殿とか、八坂神社の方が気になると思ってた。ルイーズは首を振る。もちろん、神社もとても大切です。でも、ここは、少し迷い、スマホを使わずに続けた。ここは、江ノ島の中に異国を入れた場所です。硬い日本語だった。けれど、その硬さのせいで、かえって一語ずつ置かれていくように聞こえた。さつきは、その言葉を聞いてガラス床の下のレンガを見た。江ノ島は、弁財天と龍神と岩屋の島だ。昔からそう思ってきた。けれど、その島の高台には、明治の時代に西洋の植物を育てる温室があった。海の上の島に、遠い国の植物を置く。土も、風も、雨も違う場所で、それでも葉を開かせようとする。植物にとって、異国とはどこなのだろう。連れてこられた土地なのか、それとも、もう戻れない土地の方なのか。さつきは、ふとそんなことを思う。外国から来たルイーズさんには、江ノ島にある、しかも明治時代の異国の記憶なんて、どう見えるんだろう。アキラが言う。気づけば4人は、肩が触れそうなほど近くに並んで、同じガラス床の上に立っていた。その時、ルイーズのスマホが小さく震えた。フランスの実家からのメッセージだった。母親からである。画面に目を落とし、しばらく黙っていた。それから、少しだけ小首をかしげている。どうしたの？母からです。心配して、毎日2回は連絡してきます。少し照れくさそうに笑ってから、メッセージを読み続ける。やがて、笑いが消えた。母も、祖母の古い宿帳を出して見ていたそうです。私が旅に出る前に宿帳を持ち出したので、母も久しぶりに思い出したようで。スマホを通じて、言葉が続く。江ノ島の写真が挟まれているページがあります。そのページが、気づいたら開いていたと。母は、自分で開いた覚えがないと言っています。風か何かで。アキラが聞いた。窓は閉めていたそうです。母は少し奇妙に思っている、と。ルイーズさんが江ノ島にいる日に。ヒカルが少し声を落とした。ルイーズは画面を伏せた。はい。誰かが宿帳を動かしたわけではない。写真が変化したわけでもない。フランスの古い宿で開いていたページを母親が少し不思議に思って知らせてきただけだった。怪異と呼ぶには弱い。ただの偶然で片付けられる。けれど、そのまま黙っていると、4人ともその偶然の方へ引き寄せられてしまいそうだった。ヒカルが少し明るい声を出した。続き、見に行きますか？それは、次の場所へ行こう、というだけの言葉だった。けれど、その軽さに、少なくともさつきは少し救われた気がした。立ち止まっているより、歩いた方がいい。多分、その場の全員が同じように感じていた。4人は、コッキング園を出た。第5章、潮位表を見る少女。日曜日の午後3時を少し回った頃、4人は島の奥へと進んでいた。昼を過ぎてから、江ノ島の光は少しだけ角度を変えた。午前中には白く弾けていた日差しが、今は海の表面を斜めに撫でている。岩屋へ向かう道を降りるにつれて、仲見世通りの賑わいは遠ざかり、代わりに波の音が近くなった。稚児が淵へ出ると、景色は急に開けた。海に向かって広がる、平らで黒っぽい岩場。長い時間をかけて波に削られた大地が、地面そのものの記憶のようにむき出しになっている。海に浸食され、後に隆起した岩の面は、石畳でも砂浜でもない。地球が古い皮膚を露出させているようだった。観光客たちが岩場の縁で写真を撮っていた。子供が潮だまりを覗き込み、若いカップルが靴を濡らさないように笑いながら歩いている。岩のくぼみに残った小さな水たまりの一つ一つに、空と雲が映っていた。ルイーズはそこで足を止めた。しばらく、海と岩場を見ている。それから、胸の前でスマホを開いた。アキラが何を見ているのか気になって、ルイーズの横顔を見ていた。
ルイーズはそれに気づいて、画面をアキラの方へかざした。それ、天気予報図とも、なんか違うね。アキラが数歩近づいて覗き込む。この島周辺の潮位を示す図です。スマホが訳す。モン・サン・ミシェルでは、潮を知らないと危ないです。道が、なくなります。砂の上を歩ける時間と、歩いてはいけない時間があります。江ノ島にも同じ現象があるよ。トンボロって言うんだけど、すごく潮が引いたとき、島まで砂の道ができるやつ。ヒカルがすぐに反応した。江ノ島にも、道が出ますか？今は橋があるから、昔ほど実感ないけど、潮が引いた時に歩いて渡ったって話は、島の人なら親とかおじいちゃん、おばあちゃんからよく聞かされる話だよ。さつきは、祖母のさよから聞いた言葉を思い出した。道がある時だけ渡れる場所というのはね、昔の人には、それだけで少しあの世に近かったんだよ。橋ができたのは、さよの若い頃のことだ。第二次世界大戦が終わって数年後のことだ。江ノ島の長い歴史を思えば、それほど遠い昔ではないとも言える。それでも、潮によって島と陸が分断と接続を繰り返していた感覚は、今の江ノ島にも薄く残っている。ルイーズは、スマホに表示された潮位の曲線を見つめていた。潮位表の時間経過を操作する表示バーを、ルイーズがなぞると、図表の中の青い線が、ゆっくり下がり、また上がっていく。数字とグラフで示されているだけなのに、それはまるで、島が呼吸している図のように見えた。今潮は、引いています。この後、まだ潮は引きます。比較的簡単な内容だったので、ルイーズはスマホに頼らず、自分の日本語で言った。夕方、もっと低くなります。あ、じゃあ、トンボロ、見に行けるかも。ヒカルが言う。弁天橋の下、砂の道、出るかもしれない。モン・サン・ミシェルから来た人に、江ノ島の砂の道を見せるって、なんかすごいね。アキラが海の方を見た。ルイーズはスマホを伏せ、少し迷ってから、自分の日本語で言った。私の祖母も言っていました。道が消える、現れる場所は、祈る人が興味を持ちます。と、固い言葉だった。けれど、波の音の中では、かえってよく届いた。気軽な観光客たちの笑い声のすぐそばで、異国から来たルイーズが、江ノ島の潮を熱心に読んでいた。岩場の下で、波が砕ける。稚児が縁へ着いた時より、岩場が少し広くなっていた。潮は確かに引いていた。4人はその後岩屋の方へ少し歩いた。稚児が縁の先に、江ノ島岩屋はある。海食によって形成された洞窟で、古くから修行や参拝の場とされてきた霊場だ。ルイーズはその入り口の方を見たが、今日は中へは入らなかった。時々スマホを見て、潮位の線を確かめている。さつきは、その横顔を見ていた。地図も、翻訳も、写真も、今この人にとっては手段ではなく、何か別のものを探すための窓なのかもしれない。夕方の干潮に間に合うように、4人は弁天橋の方へ戻ることにした。第6章、砂の道。稚児が縁を後にする頃、空の色は少しずつ暖かみを帯び始めていた。まだ夕方と呼ぶには早い。けれど昼の白い光はもう和らぎ、海の上には午後の終わりに近づく金色の気配が混じっている。梅雨の湿り気はまだ空気に残っていたが、日差しの強さだけは、もう完全に夏のものだった。干潮の時間に合わせ、4人は弁天橋の下へ向かった。観光客たちは橋の上から海を撮っている。けれど4人は橋ではなく、下に現れ始めた砂の道に目を向けていた。普段は海に隠れている浅瀬が、光を受けて広がっている。完全な道というより、まだ濡れた砂と水たまりの連なりだった。モン・サン・ミシェルと同じ？アキラが聞いた。同じです。感激した様子でルイーズは答える。そして、微笑んで付け加えた。でも同じではないです。違うから、同じです。哲学。ヒカルが首をかしげる。多分、翻訳しても難しいやつだ。アキラが言う。4人は濡れた砂の上へ降りた。靴の底が浅い水を踏むたびに小さく音を立てる。足元には空の色が映り、砂の上を歩いているのか、薄い水面の上を歩いているのか、少しわからなくなる。橋の上では車や観光客の声が流れているのに、下へ降りると、
波の音だけが近く聞こえた。ルイーズの青いサマードレスの裾が潮風に揺れる。白い帽子は片手で押さえていないと飛ばされそうだった。日が傾き始めたせいで、帽子の白さもドレスの青も昼間より少しだけ濃く見えた。ルイーズはしばらく砂の道の先を見ていた。水たまりの細い光が足元で揺れている。その先には江ノ島があり、背後には橋があり、さらにその向こうには片瀬の町があった。いつもなら当たり前に続いて見える風景が、その時だけ、いくつもの距離に分かれて見えた。ルイーズは胸の前でスマホを開いた。見せたいものがあります。スマホは使わなかった。少したどたどしい日本語だったが、彼女自身の言葉だった。本物は藤見荘の部屋にあります。濡らすのが怖いです。そう言ってから少し恥ずかしそうに笑った。だから、これは写真の写真です。写真の写真。アキラが聞き返す。ルイーズはうなずき、スマホの画面を4人の間に向けた。そこには古い江ノ島が映っていた。昨日、藤見荘の部屋で撮っておいた画像だった。画面の中の写真は少し斜めから撮られていて、端に畳の目がわずかに映り込んでいる。それでも、そこに映る江ノ島の輪郭ははっきりしていた。今現在の姿とは違う江ノ島の姿が写真の中にあった。橋がない。そのことだけで、島の印象がこれほど変わるとは、さつきには思いがけなかった。これ、江ノ島。さつきが、スマホの画面と目の前の砂の道を見比べた。はい。同じ場所なのに、全然違って見えるね。今の橋がないだけで、こんなに違うんだ。ヒカルも画面を覗き込む。ルイーズは、画面の端を指で少し拡大した。古い写真の中では、島と岸の間に、乾いているのか濡れているのかわからない淡い帯が見えた。目の前にも、同じような帯があった。砂と水の境目が、夕方の光の中で細く光っている。ルイーズはスマホを少し下げた。画面の中の古い江ノ島と、目の前の江ノ島が、ちょうど同じ高さに並ぶ。古い写真の白く焦った海と、今足元にある薄い水面が、スマホの縁を境にしてつながって見える。さつきとヒカルとアキラは黙って同じ風景を見ていた。私の祖母は、この写真を大切にしていました。ルイーズが付け加えた。風が吹き、白い帽子のリボンが揺れる。ルイーズは帽子を押さえながら、濡れた砂の上を一歩だけ先へ進んだ。その足跡に、すぐ水が滲んだ。足跡は確かに残ったのに、海水を含んだ砂地の中で、輪郭が少しずつほどけていく。ルイーズはただ、胸の前にスマホを抱えたまま、古い写真の中から出てきた人のように、夕方の砂の上に立っていた。さつきには、自分の知っている江ノ島が、ほんの少し遠くなった気がした。島は目の前にある。橋も、参道も、藤見荘も、いつもの場所にある。それなのに、なんかさ、アキラが少し声を落としていった。写真って見せてもらってるだけなのに、こっちが写真の中に入ってるみたいになるとき、あるよね。ヒカルはいつものように茶化さなかった。だねー。わかる気がする。スマホの画面が夕方の光を反射して白く光る。足元で水がゆっくり動いている。まだ道はある。けれど、いつまでもあるわけではなかった。第7章、偶然の写真。サスの途中で、ヒカルが突然立ち止まった。待って。ここ、写真撮らないともったいなくない？今。足元の水たまりを避けながら、アキラが振り返る。今。だって見てよ。空も海も、なんか全部いい感じじゃん。日差しはさらに傾き、橋の欄干の影が水たまりの上に細く伸びていた。濡れた砂の上には空の色と海の色が混ざり、4人の足元で淡く揺れている。遠くの店の音や車の音は橋の上を流れ、砂州の上では波の薄い音だけが近く聞こえた。ヒカルは、サツキとルイーズを交互に見て、にやっと笑った。宿の娘トリオ、ここで撮るべきでしょ。私は何枠なの？アキラがすぐに言う。サツキの保護者枠？ヒカル、後で覚えてて。じゃあ、江ノ電通学代表。それなら、まあ許す。アキラ、江ノ電好きすぎるから、と光る。
好きなんだからしょうがない。ルイーズは翻訳されたやりとりを少し遅れて聞き、帽子の下で笑った。光は周りをキョロキョロ見回し始めた。ちょうど近くで若いカップルがサスを背景に写真を撮り合っていた。二人とも筋肉質な体格で、サーファーかダイバーといった雰囲気だ。光は人懐っこい笑顔で近づき、すみません。一枚お願いできますかと声をかける。光は自分のスマホをカップルに渡すと、濡れた砂地をピタピタと小走りに戻ってきた。4人は並び方で少し揉めた。さっちゃんとルイーズさん、隣ね。フランスのさっちゃん説を検証したいから。まだ、言ってるの。だって並ぶと絶対似てるって。光に押され、さつきとルイーズは隣に立つことになった。白い帽子のルイーズ、黒髪のさつき、短い髪を潮風に乱されたアキラ、明るいシャツにショートパンツ姿の光。ルイーズの青いサマードレスは、夕方の光を受けて昼間より深い色に見えた。さつきの黒髪は風に流れ、ルイーズの帽子のリボンと同じ方向へなびいている。ほら、これで似てないって。むしろ、無理あるよ。光が満足げに言う。そうかな。そこまで言うほど。さつきはなかなか同意しない。ルイーズは少し考え、さつきの方を見た。似ている。嬉しいです。その日本語に、さつきは返事に困った。さっちゃん、照れてる。アキラが横から笑う。照れてない。撮ります。スマホを構えたカップルの女性が張りのある声をかける。4人はそちらを向いた。その瞬間、風でルイーズの帽子のリボンが跳ね、さつきの髪が頬にかかった。アキラが少しだけ姿勢を正し、光るだけが妙に余裕のある表情をしている。背後には夕方の光を受けた江ノ島があった。濡れた砂州は、4人の足元で細く光り、海と島の間に、今だけ現れた道のように伸びている。もう一枚行きますね。シャッターの音が軽くなった。撮影は何事もなく終わった。光はまたピタピタとカップルの方へかけていき、丁寧に頭を下げた。ちゃんと撮れてるか確かめてね、とカップルの女性が言う。ありがとうございます。よく撮れてます。カップルが笑って橋の方へ歩いていく。光が戻ってくる。見せて見せて。アキラが待ちきれないように言う。光が写真アプリを開く。画面には、夕方の砂州に立つ4人が写っていた。少し風で髪が乱れている。ルイーズの帽子のリボンは斜めに流れ、アキラは半分笑いかけの顔で、光は妙に得意げで、さつきは自分ではシャッターの瞬間笑ったはずなのに、写真の中ではなんだか神妙な面持ちをしている。うふふ、さっちゃん。顔、硬い。笑顔だったはずなんだけどな。ルイーズさん、かわいい。映画のポスターみたい。光がそう言ったとき、写真の下に自動生成された地名タグが表示された。モン、サン、ミシェル。最初に気づいたのは、光だった。声が、そこで止まった。光はもう一度画面を見た。さつきも、アキラ、ルイーズも覗き込んだ。何これ。位置情報バグってない？ GPS では江ノ島になってるみたいだよ。だって地図は江ノ島のが表示されてるもん。でも写真の名所判定みたいなところが、モン・サン・ミシェルって出てる。画面には、カタカナの地名の下に、アルファベットでもモン・サン・ミシェルと表示されている。ルイーズにも、何が起きているのかはすぐに分かった。4人は黙った。映っているのは確かに江ノ島だった。見慣れた島影があり、橋も、島内の建物も、夕方の空も、全部江ノ島のものだった。画像認識が、海に浮かぶ島影を誤認しただけ。夕方の光で輪郭が曖昧になっていたから。濡れた砂州が、どこか異国の干潟のように見えたから。そういう説明はいくつでも出てきた。けれど4人はしばらく、今撮影された江ノ島と自分たちの写真、そこにカタカナとアルファベットで表示されている、モン・サン・ミシェルの文字を交互に見比べていた。画面の中の自分たちは笑っている。その下に表示された文字だけが、別の場所を指している。ルイーズは画面を見つめてから、少しだけ笑った。機械も、間違えます。でも、時々、良い間違いです。その直後、通知音が鳴った。小さな音だった。けれど、4人が黙っていたせいで、妙にはっきり聞こえた。
ルイーズは画面を切り替え、母親からのメッセージを読んだ。祖母の宿帳の江ノ島写真が長く挟まれていたページの間に、いつの間にか小さな砂粒のようなサラサラしたものが付着していたという。古い紙のくずかもしれないし、ただの埃かもしれない。ルイーズは画面から目を離せなかった。波が足元の水たまりを少しだけ揺らした。これも偶然です。日本語で言った。そして少し間を置いてから続ける。でも偶然だけではないです。さつきはその言葉に気軽には言葉を返さなかった。江ノ島ではそういうことがある。偶然で説明できる。けれど偶然だけではない。それ以上に踏み込むと、途端に言葉の方が出来事を狭くしてしまう。足元に潮が戻り始めていた。先ほどまで歩けた砂の道に、水が少しずつ戻ってくる。多くの観光客たちが橋の方へ引き返し始めた。そろそろ戻った方がいいかも。靴、完全にやられる前に。ルイーズはしばらく、その消えていく道を見ていた。明日も島を歩いて回るのが楽しみです。スマホは使わなかった。さつきはぜひそうしてね。というように笑顔で深くうなずく。ヒカルが付け足した。あ、でも明日は月曜日で、私たちは学校なんだよね。3連休か夏休みだったらよかったのにな。ルイーズは少し笑った。はい、今度は一人で歩いてみます。この日、4人で歩いた江ノ島は、多分ルイーズにとって必要な入り口だった。けれど本当に何かを見つけるには、一人で歩く時間も必要なのかもしれない。夕方の潮が、ゆっくり砂の道を閉じていく。第8章、ここへ来て、私の島が見えました。月曜日、ルイーズは一人で島を歩いた。どこをどう巡ったのか、さつきは詳しく聞かなかった。その日は投宿時に着ていた青いサマードレスから一転。明るい黄色のサマードレスをルイーズは着て出かけていった。夕方に戻ってきたルイーズの靴には、乾いた砂と石段のほこりが少しついていた。白い帽子のリボンも、朝よりわずかに乱れている。その日、ルイーズは自分の足で江ノ島を確かめて、充実した一日を送ったのだった。夜になると、富士見荘は少し静かになった。夕食を終えた客たちは風呂へ向かい、廊下にはスリッパの音がゆっくり行き交っている。厨房の奥からは片付けの水音と、出汁の残りが流れてきた。玄関の花瓶に生けられた、鬼山百合の甘い匂いが、夜の潮風と混ざって、廊下の奥まで漂っている。さつきにとって、どの季節も変わらない。富士見荘の夜の匂いだった。ルイーズは、縁側に座っていた。昼間の黄色いサマードレスではなく、薄いカーディガンを肩にかけている。さつきは廊下の通りがかり、その姿に気づいた。足を止め、少し迷ってから、縁側の端に腰を下ろした。ルイーズが顔を上げた。膝の上に、薄い革張りのファイルを置いていた。スマホはそばに置いてあったが、すぐには手に取らなかった。まだ、眠りたくないです。ルイーズが言った。さつきは何も言わずに、庭の向こうの夜の海の音を聞いていた。昼の江ノ島とは違う、湿り気を帯びた暗い潮騒だった。鬼山百合の匂いが、そこへも薄く混ざっていった。しばらく、二人は黙っていた。やがてルイーズは、膝の上のファイルに目を落とした。昨日、砂の道で見せた写真。あれは、スマホの画像でした。さつきはうなずいた。濡れた砂の上で、ルイーズがスマホに映して見せてくれた古い江ノ島。橋がまだ当たり前ではなかった頃の、近くて遠い島。これは、本物です。ルイーズは慎重さのこもった声でそう言い、ファイルをそっと開いた。薄紙と透明な保護紙に挟まれた、一枚の古い写真があった。その扱い方は、旅に携行した資料を取り出すというより、誰かをそっと起こすようだった。スマホの画面で見た時とは、まるで違った印象をまとって、その写真はルイーズの手元にあった。小さな紙片に過ぎないはずなのに、そこには時間の重さがあった。角はわずかに擦れ、白い余白には淡い黄ばみがあり、表面には光の角度を変えると細かな傷が浮かんだ。写真の中の江ノ島は、昨日のサスで見た画像よりも少し暗く、少し遠く、けれど不思議なほど生々しかった。さつきは、息を潜めるようにしてそれを見た。現在のような観光写真ではない。海と島の距離が、もっと生々しく写っている。
橋が当たり前になる前の江ノ島は、本土から見えるのに、すぐには渡れない場所だった。近くて遠い、日帰りの観光地でありながら、わずかに彼岸めいている。スマホでは見せられなかった写真の裏も、さつきに見てほしい。そう言って、ルイーズは慎重に薄紙ごと写真を裏返した。裏面には、古いインクの文字があった。漢字で書かれた署名が6つ並んでいる。筆跡がすべて違うので、それぞれの名が本人によって書かれているようである。聡明にも見えるし、神職の名にも見える。ただどの名も、古い崩し字で見慣れない漢字が多く、さつきには読めなかった。それでも、日本から来た人たちの手が、確かにこの紙の裏に触れて記録を残したことだけは分かった。名前の横には漢字で、明治7年、と書かれていて、さつきにもそれははっきり読み取れた。その年号が、さつきの目に強く残った。漢字の書き文字の横に、細いフランス語の筆記体が添えられている。ルイーズは、さつきに知ってほしくて、その意味をゆっくり訳した。海の道は開き、そして閉じる。私たちはここに、もう一つの祈りの島を見た。そこまで言ってから、少し迷う。正確な訳では、ないです。でも、そういう意味です。彼らがフランス語で書き残した、モン・サン・ミシェルの印象です。さつきは何も言わず、続きを聞きたいというようにゆっくりルイーズにうなずいた。祖母から聞いた話があります。ルイーズは続けた。長い話になると、ルイーズは無理に日本語で話さず、ところどころスマホにフランス語で言葉を預けた。そこから流れる日本語は、機械が整えた言葉のはずだった。けれど、2日間彼女の声を聞いてきたさつきには、それももう、ルイーズ自身の声の一部のように聞こえていた。その人たちは、日本を出る前から、モン・サン・ミシェルのことを知っていたそうです。潮が道を開き、また閉じる島。岩山の上に聖堂がある島。そして、そこが霊場であること。祖母は、最初は信じられなかったと言っていました。遠い東の国の、宗教も違う人たちが、なぜここのことをそんなによく知っているのかと。ルイーズは、写真の裏の署名を見つめた。その人たちは、この写真を祖母に見せました。江ノ島という島の写真だと、説明をしたそうです。海に囲まれた島で、潮が引くと陸から歩いて渡れる。彼らはその霊場から来たと。祖母は写真を見て、声を失ったと言っていました。自分の島に、そっくりだったから。少し間を置いてから、続ける。その人たちは祖母に言いました。私たちはモン・サン・ミシェルを見るために来た。なぜなら、私たちの島もまた、同じ祈りの場所だからと。彼らがモン・サン・ミシェルを称賛して祖母に伝えた言葉は、祖母がモン・サン・ミシェルに見ている霊性と、驚くほど一致していた。祖母はそれまで、この島の神聖さを本当に理解できるのは、キリスト教徒だけだと思っていたそうです。でも、宗教も言葉も違う。遠い東洋の国から来た人たちが、自分と同じようにこの島を見ていた。それが祖母には、とても大きなことだったと。さつきは黙ったまま、ルイーズの祖母が受けた衝撃のことを思った。明治7年、江ノ島から来た人たち、モン・サン・ミシェルの近くの宿、そこに残された江ノ島の写真。紙の裏に書かれた文字は、ただの記録ではなかった。それは、遠い海辺の宿で交わされた眼差しの跡だった。祖母は、江ノ島を自分の目で見たかったのだと思います。ルイーズはそう言った。そして、少しだけ首を振る。でも、多分、それだけではありません。自分の言葉を探すように続けた。祖母は、モン・サン・ミシェルが大好きでした。私たちの宿のことも、とても大切にしていました。毎朝、窓から島を見て、潮を見て、巡礼の人たちを見ていました。一度、言葉が途切れる。でも祖母は、そこに生まれた人でした。モン・サン・ミシェルの近くに生まれたから、逆に遠方からやってくる多くの巡礼者のように、モン・サン・ミシェルへ遠くから巡礼することは、できなかった。さつきはただ耳を傾けていた。そこへ、日本の江ノ島の話が届きました。遠い東の国に、自分の島に似た霊場がある。潮が道を開いて、また閉じる島がある。ルイーズは、古写真の裏面に並んだ署名を見つめた。祖母は思ったのかもしれません。江ノ島へ行けば、自分も、
モン・サン・ミシェルへ巡礼できる。外から自分の島を見ることができる。夜風が縁側の端を静かに撫でていく。祖母は江ノ島へ来られませんでした。でも何度も私に話しました。この写真を見せてくれました。子供の私にはそれがなぜそんなに大切なのかわかりませんでした。ルイーズはそこでようやくサツキをまっすぐ見た。今日少しわかりました。そして少したどたどしく、しかしはっきりと言った。ここへ来て初めて私の島が見えました。サツキは彼女のその言葉を黙って受け止めた。しばらく潮騒だけが聞こえていた。ルイーズにとって江ノ島は異国だった。それなのにここで彼女は自分の島を見た。ではこの島に生まれたサツキには何が見えているのだろう。サツキはずっと江ノ島の内側にいるつもりだった。けれどこの島は外から思われることで別の輪郭を持つことがある。遠い国から、橋の向こうから、旅を終えた後の記憶の中から、その輪郭に真に触れるとはどういう感覚なのだろう。答えがすぐに出るはずもない。けれど初めてその問いがあることにサツキは気づいた。庭の向こうで潮騒がひときわ深くなった。その夜は満月に近い月が出ていた。海そのものは黒く沈んでいるのに、表面だけが月の光を細かく砕いて銀色にキラキラと揺れている。サツキは一瞬その光の揺らぎの中に数人の人影を見たような気がした。和装とも宗衣とも旅装ともつかない影。それは日本からフランスへ渡った宗教者たちの影だったのかもしれない。あるいはただ月光が海面で砕け波の形を人の列のように見せただけだったのかもしれない。次の瞬間にはもう何も見えなかった。サツキが海の方へ目を凝らしたことに気づき、ルイーズが小さく尋ねた。サツキ、今何か見ましたか？サツキは少し迷ってから首を振った。多分、光の加減。それは嘘ではなかった。本当に光の加減かもしれなかったからだ。縁側にしばらく沈黙が続いた。鬼山百合の匂いが夜の潮風の中でまだ薄く漂っている。庭の木立の向こうで海が静かに揺れていた。二人は静かに並んで座り続けた。言葉にしてしまうよりこのままの方が何かが長く続くような気がした。終章、次に道が開くとき。火曜の朝、ルイーズは富士見荘を立った。サツキは登校直前だったが、玄関先でその出発を見送ることができた。晩作はいつもの大きな声で、また、ぜひお越しください。と言って深々と頭を下げた。そして少し間を置いてから、ルイーズのスマホにも、もう一度深々と頭を下げる。晩作さん、最後までそれやるんですね。サツキが言う。ルイーズは笑った。その笑顔は、初日に橋の上で見た時より、少しだけ江ノ島の空気に馴染んでいた。ルイーズは、エスカーの折り口へ続く道へ歩き出した。サツキも、江ノ島高校の校舎へ向かって歩き出す。梅雨からさらに初夏へと踏み込み始めた朝の大気の中で、二人の行く道は静かに分かれていった。また会えるかどうかは、約束だけでは決まらない。江ノ島で生まれ育ったサツキには、それが分かっていた。この島には、人を呼び、止め、また遠ざける、潮のような流れがある。その流れの中にいる人とは、次に会う時も、島の方が先に道を開く。サツキは一度だけ振り返った。白い帽子が木々の向こうで小さく揺れている。やがてその姿は、朝の観光客や仕事へ向かう島の人たちの中に紛れて、見えなくなった。見えなくなったからといって、なくなったわけではない。砂の道と同じように。サツキは前を向き、学校へ続く道を歩き出した。朝の潮風に、ほんの少しだけ、遠い島の匂いがした。